说右手如果受伤，左手是不是也可以？ああ、というか同時に2人の女性をこういう感じです。でマックスは3人いてこうです。哎，境界已经不一样了，我们还在练习的时候已经3个了。想聊就聊，百无禁忌，欢迎收看性治疗研究室。Hello， 大家好，我是一居老师。大家好，我是嘉丹英。今天这一集，我们刚刚前面大概了解过，是加藤鹰老师之前从来几乎没有公开过个人的做爱的攻略。那号称呢有千人斩的老师。ちなみに1000人じゃなくて13000人です。我的天哪！不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。哎，真的失敬，而且失敬的失是湿哒哒的湿，失敬。想问一下你自己的过往当中，你大概了解到女生有哪些敏感带呢？これじゃあ特別言いますね。だいたいお口、お胸、あそこ。これは誰でも知ってる。それ以外の僕が発見した。じゃあちょっと立ちます。好好好。この状態で隠れている場所で、要はこう気をつけ、こう表がこう出てるわけ。この状態で隠れている場所、つまりこうですね。はい。でこうです。で足もこうやると表ではなく、これがだから皆さんも覚えてくる。で僕も台湾で初めて言いました。那我想问要怎么样撩，怎么样挑逗？もう一番はやっぱり触るか触らないかっていう。可以示范吗？感じても知らないですよ。まあ、だから出てるとこってやっぱり敏感じゃないですね。でもこっち側とかだと、はい、こう敏感なんですね。これみんなそうです。はいはいはい。然后有点痒，然后こっちはやっぱり普段空気に触れている場所。哎，感觉真的有差，它其实力道是一样的哦，但是真的会感觉有差。内部这边就会比较有种那种心痒痒的感觉。こういう両方でやると分かる。それで触るときは見ている男性陣に言いたいんですけど、その手って大体例えば触るとかっていう感覚の時こう動かすこと多い。でもそれよりも逆に動かした方が感じ大丈夫ですか？认真讲，刚刚其实那个里面跟外面同时，等一下我讲话今天好卡，我真的不太好意思，真的会有那种就是酥麻的感觉。女生你自己在家这样内外去测试，你就知道那种感觉真的是不太一样。こうですね。はい、こう。はい、こうです。下から上の方に。これがいいですね。もうだからされてわかると思うんですけど、本当に触れるか触れないかぐらいがポイントで、今日はもうワンポイント特別に膝の裏です。ここですね。ここです。ここです。等一下，等一下。どうですか？就有点痒，然后又觉得有点。僕のポリシーとして自分も全身を使う。で女性もどこという決め事をせず、やはり全身どこかにいいところがあるんだっていう思いでやっぱり。等一下，我要冷静一下。那除此之外，还有其他的手指的方法吗？胸は乳腺とクーパー靭帯っていう、クーパー靭帯っていう2つで支えられてるんですね。で女性は一番敏感なのはこのお肉ではなく、乳腺とそのクーパー靭帯が一番、ここからここの付け根からこう先っちょに向かってこう入ってる靭帯があるんですけど、はい、この靭帯が伸びると要は年齢とともにこう下がってくるっていう、はい、なのでだいたい興奮してる男性っていうのは上からこうガシッではなくて、まず親指でまずその2つをこう押さえて、で全体を包み込むようにこういうふうに、だからエステティシャンに近い。でポイントはここですね。ここをこう中心に向かって円を描くように。哦，这个真的没有人听过哎，连女生自己都不知道原来要这样去针对耶。お尻もそうですけど、胸もそうですけど、基本的には脂肪だけなんで、脂肪っていうのはそんな敏感なものではない。感じるっていうことであれば、やっぱりそこに神経があったり敏感なものが存在してるから感じる。很多男生就会觉得说，我看到肉我就是要掐，就是要拍。但其实很多时候呢，那个爽的是男生自己，不是女生本身。面对1万多人的女生里面，你要怎么样去一一找到她的敏感点？さっき言ったように、やっぱり隅々まで試してみるってことです。でその中で反応が良かったところが、ここ結構
感じてるかな。所以前面还是要做很長的功課。そうですね。まあだからその感覚をもうチューした時から、これも僕が発見したんですけど、口の中にも性感帯があるっていう、あそこにその G スポットという敏感なところがあるように、口の中にも僕はG スポットがあるっていうのを本に書いてますね。敏感なところは2箇所いいですか。で1つはこの上顎のちょうどこの歯茎の裏側です。ここ敏感なんです。後で僕が舌で終わる。でもう一つですけど、全身的に言えるところなんですけど、やっぱり血管が太いとか血管が張ってるところは基本性感帯が多いですね。じゃあ質問です。じゃあ口の中でその血管がこう行き渡っている場所って舌頭吗？それ半分正解。舌下吗？人間は舌を噛んじゃうとすごい出血すると思うんですけど、舌の裏に太い血管がこうで、特にこの、血管が2本あって真ん中に舌がつながっている。そのつながってるとこを僕がペロってやったら一発で腰砕けます。もちろんフレンチのキスもすると思うんですけど、感じさせてあげたいっていうとやはりこう裏側まで行ってほしいです。男性も女性もそうかもしれないですけど、チューって意外とあまり深く考えないでしてる人が多いと思うんですけど、口の中もすごい感じる場所はあるんですよっていう。それは男も一緒なんで、女性も男性のこう裏側までこう入ってあげてほしいです。哇，这一集真的是赚烂了！我认真讲，我个人还想要加码问来，不同年纪的女生，年纪轻跟年纪大的，她们有怎么样不同的攻略吗？僕の経験ではそんなことはないですけど、それはどっちかっていうと年齢よりも個人的なところが大きいの。だから大きく違うのは、若い人の方がどっちかっていうとこれからの経験値が長いので、どっちかっていうとこういろんな体験とかいろいろチャレンジをしたい人たちで、熟女の方たちは今までの経験を踏まえているものが基盤にあってっていうことを、そこが一番違いだと思うんです。だからどういうことかっていうと、若い人はだからいろんな知らない、でも興味があるみたいなことはどんどんチャレンジしていろんなことをやっていってあげる方がいいし、熟女さんはどっちかっていうとそのいろんなものをやってきたけど、あれは良くなかった、これはいいっていう、その良かったものをどっちかっていうとこう集中的に極めてしてあげる方がいいのかなとは思います。我替很多男生问一下，就是对于一些可能比较性冷感的女生来讲的话，要怎么样挑逗会让女生比较有舒服的感觉？とにかく時間をかけて、でもみんな同じように体で生まれてるわけですよ。だから男性のスタンスとしてはいい意味でそんなに違いはないはずだっていうこともすごく大事だと思う。だからもちろんみんながみんな気持ちいい場所もあるし、絶対気持ちいいところとかもあるけど、どっちかっていうと僕今質問されたことは女の子のメンタルの方が、例えばこう結構乱暴っぽくこう扱われたりすると、どうしてもこう心と体を開けないとかっていうことなんで、男からするとやっぱりそういう僕は大丈夫ですよ、そんな乱暴にしないですよみたいなやっぱり安心感を与えるやっぱり男にならないといけないのかなとはいつも思いますね。真的，很多女生性冷感真的是来自于心理因素。场外呢，我们有一个摄影师本身，然后说他从小都是看你的片长大的。子供の時僕やってないんじゃない？でも1個言っときますけど、僕は自分でゴールドフィンガーと言ったことはないので、マスコミとか世の中の人たちが勝手に僕にそういう名前をつけた。実際じゃあいつからっていうと、それは僕がこのアダルトビデオの世界に入ってからです。で例えば歴史があって機械の話なんですけど、もともとは VHS の60分のテープで見てますね。で昔は結構
一つの作品自体が短かったんですよ。60分以内で、実際50分ぐらいだった。それがやっぱりこの DVD に変わり、今はもうダウンロードになってますけど、どんどん長くなってると思うんですね、一本の作品が。そうすると単純に1回のエッジを長く使わないと、いけないっていう状況の中で、じゃあファックのシーンが長くできるかって、それは男性側にも限界があるので、じゃあどこを伸ばせるかってなった時に、その前、要は前儀のここの部分である程度使える絵とか盛り上がりを作れるんじゃないかっていう AV の映像の世界の話から、で僕もじゃあ指でいろいろやったりとかしましょうねっていうところから、単純に僕はどうすれば気持ちいいのかなっていう研究の中で日々行き着いたところが、だからなんだろう、今で言うと YouTube と逆ですよね。 YouTube っていうのはどっちかある程度あったやつを皆さんが見れるために、なるべくよく人がね5分が一番見れるとか7分が見れるとかっていう、どっちかって詰めて短くしてると思うんですけど、今の映像って。で AV ってどっちかっていうと逆でどんどん長くなっているので、それを埋めていくために、なんかその前儀がもうどんどん重要視されてったところに、たまたま俺がいてこれがあったみたいな感じ。はい。是说右手如果受伤，左手是不是也可以？というか同時に2人の女性をこういう感じでした。でマックスは3人いてこうですね。境界已经不一样了。我们还在练习的时候，他已经3个了。今天这一集我觉得真的是学到非常多。新教研就是，我们下次再见，拜拜。拜拜。